のささやきの朗読や。あの日のことを思い出すと、未だに胸がざわつく。バスツアー2日目の朝、俺たちは山間の温泉地を目指して移動をしていた。霧が濃く、道の両脇は白い幕のように煙っていて、運転手も慎重にスピードを落として走っていた。そんな中だった。前方でガイドが小さく声を上げた。誰か倒れていますね。霧の切れ間に人が横たわる姿が見えた。道路脇、ガードレールに寄りかかるようにして倒れている。運転手が急いで減速をし、バスはその人物の手前で止まった。大丈夫か確認してきます。運転手と数名の男性客が降りていき、俺たちは車内で待つしかなかった。窓越しに見るその男は、薄汚れたジャンパーを羽織り、体を小刻みに震わせていた。生きているのかどうかもわからないほど動きが弱かった。数分経った頃、運転手が戻ってきた。意識はあります。だが低体温みたいですね。バスで少し温まってもらいましょう。それを聞いた瞬間、車内に妙なざわつきが広がった。だが反対する理由もなく、乗客は前方に余っている席を空けていった。やがて男が運転手に支えられながら乗り込んでくる。その姿を見た瞬間、理由のわからない嫌な寒気が背中を走った。男はこちらを見なかった。顔を伏せたまま、泥で汚れた手を震わせながら、空いていた席にゆっくりと腰を下ろした。座った衝撃で衣服から湿った土の匂いが立ち上る。バスが再び発進すると、車内は静まり返った。誰も男に話しかけようとはしない。ガイドでさえ説明書きをめくる手を止めて様子を伺っている。にもかかわらず、男は一度も顔を上げなかった。ただ両手を膝のあたりに置いたまま小刻みに震えている。その震え方が妙だった。寒さというより怯えているような震えだった。だがそのくせ、視線だけはずっと床へ固定されている。俺は落ち着かないままそっと視線を外へ向けた。霧がさらに濃くなり、木々の輪郭がぼやけていく。ふと気になってもう一度男の方を見た。その瞬間だった。倒れていた時は握りしめていたはずの右手の拳が開いていた。その手のひらには黒い土の塊がこびりつくようにぎっしりと詰まっていた。そして男はわずかに唇を動かした。声にはならない。ただ一つの口の形だけがはっきりと見えた。来る。誰が？何が来るんだ？問いを飲み込んだまま車内を見渡しても、乗客の誰もそのつぶやきに気づいていないようだった。バスはただ静かに山を登っていく。だが男の震えだけが車内の空気をじわじわと濁らせ始めていた。まるでこの先で何かを迎えることが決まっているみたいに。バスが山の奥へ入るほどに霧は濃くなっていき、外の景色はほとんど見えなくなった。視界が真っ白になり、窓に映るのは自分の顔と車内の影だけ。そんな中で男だけが異様に静かだった。座席に沈み込み、膝の上に置いた両手はまだ震え続けていた。けれどその震えは先ほどよりも早く細かくなっていた。寒さでは説明できない。怯えが極限に達したような震え方だった。
ガイドが意を消したように近づき、声をかけた。大丈夫ですか？温泉地まではあともう少しですから。だが男は反応しなかった。顔を伏せたまま呼吸だけが荒い。ガイドは気まずそうに一歩引き、俺の横を通り過ぎて前へ戻った。その時だった。男の足元のマットに黒い土がポタリと落ちた。最初に拾われた時に服についていた分だろうと思ったが、落ちる量が妙に多い。まるで服の中にまだ大量に入っているかのように落ち続けた。俺はそれを見て声をかけるべきか迷った。しかし関わった瞬間に何かおかしなことが起きる気がして、結局座ったまま様子を伺うしかなかった。さらに数分後、バスが急に揺れた。運転手の息が強く漏れる。鹿か何かが飛び出したんですかね。気をつけます。だが俺の視界の端で男がわずかに反応した。震え方が止まる。だが顔はまだ見せない。耳を澄ますように静止した姿が不気味なほど固まって見えた。次の瞬間、男の肩がひくりと跳ねた。来た。その声ははっきりと聞こえた。今度は俺一人だけではない。周囲の乗客もわずかに振り返る。ガイドが恐る恐る尋ねた。来たってどういう意味ですか？男は答えない。代わりにゆっくりと握りしめていない左手を持ち上げた。手のひらには指の間からあふれるほどの黒い土が詰まっている。どれだけあの道路脇で倒れていたのか、それとも倒れていた理由が別にあったのか、その問いが頭の中で渦を巻いた。その時、バス全体が何か重いものに押されたようにわずかに傾いた。大きな揺れではない。けれど、誰かが寄り添ったような圧が車体の横から伝わってくる。運転手がすぐに減速し、窓の外を確認しようとした。だが霧が濃すぎて何も見えない。白い幕の向こうに、ただ木々の影だけがぼやけて揺れていた。その時男が初めて顔を上げた。泥と汗で濡れた方、乾きかけた血の跡、そして焦点の合わない目。男は震える唇でゆっくりとつぶやいた。ついてきてるんだ。ガイドが凍りついた。何がついてきてるんですか？男は前ではなくバスの横を指さした。俺を迎えに。その一言で車内の空気が一気に変わった。寒さとは違う、胸の奥を押されるような圧が流れ込んでくる。そして再び車体が外からゆっくりと押された。今度は間違いなく何かが触れた。乗客が息を飲む音が重なり、俺の手汗がじわりとにじむ。男の震えは止まらない。だが顔だけは外の一点を見つめていた。まるでそこに見えているものがいるかのように。車体を押す何かは一度だけでは終わらなかった。バスの横にじわりと重みがかかり、外の板がきしむような音が響く。乗客は全員前のめりになり、運転手も必死にハンドルを握りしめた。しがみついてください。ガイドの悲鳴混じりの声が車内に吸い込まれた瞬間、男が突然立ち上がった。その動きは普通ではなかった。揺れる車内でもふらつかず、まっすぐ通路に出てくる。泥だらけの手をシートにつかず、ただ歩く。まるで導かれるように前へと。俺は席にしがみつきながら
男の背中を見つめた。肩が震えている。震えながら静かに前のガラスへとだんだん近づいていく。そして運転手の横で立ち止まり、霧の向こうをじっと見つめた。外には何も見えない。だが男には見えている。それは誰の目にも明らかだった。あの場所で俺だけ生き残ったんだ。男がぽつりと漏らした。声は震えているのに妙に落ち着いていた。運転手が驚きの声を出す。事故？この山で？男はゆっくりとうなずいた。仲間3人、俺のせいで崖から。言葉が続く前にまた車体が押された。今度はもっと強く。外側の窓ガラスに何かが這い上がるような影がかすかに浮いた。そして誰かの手の形。それが霧の外側からガラス越しにじわりと擦れた。悲鳴が車内にあふれる。運転手は急いでブレーキを踏んだ。バスはきしみながら停車し、霧の中に沈んだ。動く気配は止まり、空気だけが重く残る。男は前のガラスに額をつけ、震える声でつぶやいた。迎えに来てる。俺だけ逃げたから。ガイドが青ざめて言う。降りたら危険です。ここは崖沿いで。だが男はガイドの声を振り払うようにドアへ向かって歩き出した。泥だらけの足跡が通路に重なって残る。やめろ！運転手が叫んだ。だが止まらなかった。男はドアの前で立ち止まり、霧の向こうに手を伸ばした。その瞬間、外側から男の腕をつかむ手が霧の中から浮き出た。白く土まみれの腕。人の形に見えるが輪郭は崩れ、泥のように滴っている。男は抵抗もせず、その手に惹かれるように外へ消えた。そして霧がすぐに閉じて、姿は完全に見えなくなった。ドアには泥の手形がくっきりと残っていた。数秒後、外の霧の奥から複数の足音だけがザリッザリッと響いた。それがバスを囲むように近づいてくる。運転手は恐怖で顔を歪めながらも急いでドアを閉めた。エンジンを全開にし、タイヤが空転するほどアクセルを踏みつける。バスは霧の中から逃げるように走り出した。誰も口を開けなかった。ただ必死に前だけを見る。やがて霧が薄れ、明るい道へ出たとき、全員の肩が一斉に落ちた。だが後ろの座席の一つだけ泥がこびりついたまま開いていた。そこだけが誰かがついさっきまで座っていた深さで沈んでいた。あの男が座っていた席。そしてそこに落ちていた黒い土の上には人の足跡が一つだけついていた。それはまるで戻ってきたかのように。雨の日に走ると必ず思い出す交差点がある。そこは特別危険な場所でも事故が多いわけでもない。ただ一つだけ説明のつかない不気味な出来事が続いていた。最初にその女を見たのは梅雨の終わり頃だった。深夜の配達帰り、ワイパーが追いつかないほどの豪雨の中で、ある交差点に差し掛かった時のことだ。街灯は白く、雨に溶けるように光が揺れ、道路は鏡のように光を反射していた。そんな中、横断歩道の真ん中に人影が立っていた。
白い傘、肩まで濡れた黒髪。顔は傘の影に隠れて見えない。スーツのような薄い服装で、雨を避ける気配が全くなかった。車のライトを当てると、傘の縁から雨が落ち続け、その度に影が揺れた。誰かが雨宿りしているわけでもない。横断歩道のど真ん中で立ち止まっている理由がなかった。最初は酔っているのか、道に迷った人だと思った。クラクションを軽く鳴らして合図を送ったが、反応がなかった。雨の音とワイパーの往復だけが車内に響く。女の体は微動だにしない。まるで止まった映像を見ているようだった。俺は仕方なく避けるように右へハンドルを切った。その時だ。傘の下の顔がほんのわずかにこちらを向いた。見えたのは雨の中に立っているとは思えないほど乾いた表情だった。濡れていない。顔だけが不自然に濡れていなかった。その異様さに胸の奥がひどく重くなった。翌朝会社で後輩がこんな話をしてきた。先輩、あの交差点、雨の日ってやばいらしいですよ。立ち止まってる女、見ませんでした？心臓が跳ねた。同じものを見たのか？そう思って問い返すと、後輩は苦い顔をして言葉を濁した。先輩、あの女を見ると、次の日には必ず事故に遭うって噂があるんですよ。後輩が話した事故例はどれも奇妙だった。急なハンドル操作、謎のブレーキ反応、誰もいない場所で急停止してそのまま衝突。雨の日だけ現れ、見た者だけが事故に遭う。ただの噂なら聞き流せる。だが後輩はその交差点で女を見た翌日に本当に事故に遭ったんだ。それ以来俺は雨の日にその道を通らないようにしていた。だがある日少しの油断でまたあの交差点に入ってしまった。ワイパーが激しく動き、前方が歪む。横断歩道に白い傘が立っていた。その日は雨の粒が尋常ではなく大きかった。フロントガラスを叩く音がまるで空から砂利が降っているみたいに荒く、ワイパーの速度を最大にしても視界は歪んだままだった。よりによってこんな日に限って道を一本間違えた。曲がり角を過ぎて見覚えのある建物が現れた瞬間、体が固まった。あの交差点だ。戻るスペースはない。一本道で後ろからも車が来ている。嫌でも進むしかなかった。徐々に近づく横断歩道。その白線の上に人影が静かに立っていた。白い傘、顔を覆い隠すほど低く差し、雨水に全く濡れていない黒髪。服だけが異常なほど雨を吸って重たそうに見えた。だが顔はやはり濡れてはいなかった。車のライトが傘の内側を照らした瞬間、女の方だけが淡く光った。雨粒が一つも落ちていない。不自然すぎる光沢。まるで加工した写真のような質感だった。胸の奥が潰れるような感覚がした。クラクションを鳴らしても動かない。雨音にかき消されているのではなく、反応そのものがない。微動だにしない姿は人間というより置いてある人形のようだった。避けて通ろうとした時だ。傘の下で顔がゆっくりとこちらを向いた。その角度が常軌を逸していた。首が傘の内側でぐにゃりと曲がっているように見える。関節では説明がつかない動きをして間違いなくこちらを見上げた。ライトがその目元を照らした瞬間、息が止まった。目が白かったんだ。瞳が消えているような白さではない。目の奥が光っているのでもない。ただ、色が抜け落ちているという表現が
一番近かった。濡れていない顔に濡れすぎた服、白い傘だけが妙に清潔。すべてがちぐはぐで、そこにいるだけで常識が崩れていく。俺はアクセルを踏んだ。とにかくこの場所を抜けたかった。横断歩道の端をかすめるようにして通り抜けようとしたその時、女の足元に違和感が生まれた。影があった。だが、雨の光でできる影ではない。人工的な黒。舗装路の水たまりの上にありえない方向へ伸びていた。道路の中央からこちらへ伸びる黒い影。女の動きとは関係なく、勝手に形を変えながら、まるで車を捉えようとするように伸び続けていた。まさかと思って再度ミラーを見ると、交差点の中央で白い傘の女がこちらを向いたまま立っていた。動いていないのに信号の赤い光が一瞬だけ女の顔全体を照らした。濡れていない方が笑っていた。雨の中ではありえないほど乾いた笑みだった。その瞬間脳の奥で何かが弾けるような危機感が走った。ここで止まれば終わる。振り返ってはいけない。絶対に。そう直感した。だがその直感すらまだ序章に過ぎなかった。俺は次の日、本当に事故に遭った。事故は小さなものだった。スリップして縁石に乗り上げただけで、トラックも俺も大きな怪我はなかった。だが問題はその直前に起きた出来事だ。翌朝の雨上がり、会社へ向かう途中だった。交差点からは離れた大通りで、前方に突然白い傘が見えた。一瞬心臓が止まった。雨は降っていない。なのに白い傘が開いている。しかもその傘の持ち主は道路の中央に立っていた。紛れもなく昨日の女だった。信じたくなかった。あの交差点にだけ現れるのではないのか。雨の日だけではないのか。頭が混乱し、ブレーキを踏むのが一瞬遅れた。その瞬間視界の端で黒い影が伸びた。道路の中央からまるで切り裂かれたような黒い線が俺の足元へ迫ってきた。乾いたアスファルトに影が落ちることはまずありえない。だがその影は雨も光も関係なくこちらへまっすぐ伸びてきた。衝突する。そう思った瞬間、タイヤが激しく滑った。ハンドルを切る余裕もなく、トラックは縁石に乗り上げて、そのままゆっくりと止まった。衝撃の直後、フロントガラスの前に白い傘が落ちた。バサッという乾いた音。雨に濡れていない傘がガラスの前でひっくり返っている。俺は恐る恐る顔を上げると、目の前には女が立っていた。昨日と同じ服、昨日と同じ髪、濡れていない顔。だが今日は傘がない。傘がない代わりに、その顔ははっきりと見えていた。目が完全に白い。まるで全体が白目になったように瞳の色が消えていた。口元は雨の形にひび割れたようにただれており、笑っているのか避けているのか判断できなかった。雨で亡くなった人間を思わせる姿だった。女は一歩だけ近づいた。濡れていない足跡が乾いた道路に黒く刻まれた。黒い影が足元から俺のトラックへと伸びていく。そして女の口が動いた。だが声は出ていない。だが読めた。迎えに来たよ。その瞬間影が一気に伸び、トラックのドアの下へと入り込んだ。膝が震え、窓を開けることすらできなかった。その時だった。遠くからパトカーのサイレンが響き、影が一瞬だけ薄れた。振り返った時には
交差点の方へ向かって白い傘を拾い、ゆっくりと歩き出す女の背中が見えただけだった。雨は降っていない。空は晴れている。なのに女はまるでそこに雨が降っている世界を歩いているように見えた。白い傘がポタリと音を立てた。乾いたアスファルトの上に。それ以来俺は雨の日に限らず絶対にあの道を通らない。理由は単純だ。誰が見てもわかる。あの女は雨に取り残された誰かで見たものに近づいてくる。雨の日にも晴れの日にも。一度見たらもう離してくれない。夜勤明け、眠気をごまかすために山の外れの旧道を走っていた。早朝の薄暗さがまだ残る時間で、霧が低く垂れていた。あの廃病院の前を通るつもりなんてなかったのに、気づいたらハンドルが自然とその旧道に向いていたんだ。理由はわからない。ただ霧の切れ間から白い建物の輪郭が浮かんだ瞬間、胸の奥がざわついた。なんでこんな道を選んだんだろう。そう思って速度を落とすと、建物の正面玄関が見えた。10年以上前に封鎖されたはずで、当然人なんているわけがない。にもかかわらず、自動ドアがスッと開いた。まるで誰かが今まさに出てこようとするかのように、左右に滑って静かに止まった。車内に冷気が入り込んだ気がして、思わず窓を閉める。その時、玄関の向こう側は真っ暗で、照明なんてついていないはずだった。なのに、開いた自動ドアの奥に、ぼんやりと薄い光が見えた。蛍光灯の光ではない。もっと、病室の非常灯みたいな弱々しい光。俺はそのまま通り過ぎようと軽くアクセルを踏んだ。けど視界の端で自動ドアが俺の車の進行に合わせて開いたままこちらに向いてくる。建物は当然動いていない。それなのに自動ドアの開口部だけが俺を正面に捉え続けているように感じた。背筋が冷たくなる。気のせいだ。自分にそう言い聞かせながら前だけ見て走った。でもルームミラーの中でありえないものが映ったんだ。まだ自動ドアが開いている。今の距離なら完全に見えなくなるはずなのに、ミラーの中だけで玄関が追いかけてきているんだ。俺は思わずブレーキを踏んで止まった。呼吸も速くなる。ミラーをもう一度ゆっくりと確認した瞬間、心臓が凍った。玄関の奥、非常灯みたいな光の中に、患者服のような白い影が首だけをこちらに向けて、斜めに傾いていた。目を細めたら終わる気がして、すぐに前を向いてアクセルを踏み込んだ。エンジンの音がやけに頼りなく聞こえる。なんで開いた？誰が出てこようとしてたんだろう。そんな疑問を振り払うように、霧の中を抜けるまで決して振り返らなかった。霧を抜けてしばらく走った頃、ようやく呼吸が落ち着いてきた。だが、胸のざわつきは消えなかった。ミラーに映ったあの白い影、首を傾けていた角度が不自然に記憶へ焼き付いて離れなかった。気のせいじゃねえよな。自分でつぶやいた声が震えていた。国道に戻ってからも奇妙な違和感が続いた。窓の外を流れる景色の中、電柱の影が何度も同じ形でよぎる。まるで同じ場所を走っているような感覚が続いた。道は間違えていないのに、
どこか現実味が薄かった。そんな状態のまま走っていると、不意にカーナビが勝手についた。電源は切っていたはずだ。目的地設定もしていない。しかし画面には見覚えのある細い青い線が浮かび上がった。廃病院までのルート。指先が冷たくなる。なんで戻るルートなんだよ。ナビの音声案内は流れない。ただ画面が執拗に戻れというかのように点滅だけを繰り返す。思わずナビを叩くと今度はスピーカーから音が鳴った。医療機器の心拍音。あの音は明らかに車の装置じゃない。耳を塞ぎたくなるほどの不気味な電子音が車内に満ちて徐々に速く乱れていった。最後の長い電子音が耳をつんざいた瞬間、ナビの画面に文字が浮かんだ。すぐに戻れ。喉がひっくり返りそうになった。とっさに画面を覆い隠すようにナビを手で押さえて電源ボタンを連打した。やっと画面が暗転し、心拍音も消えた。車内に静寂が戻ると、さっきまでの音が幻聴だったのではないかと思うほど静かだった。だがその直後、車体の後方からコツンという小さな衝撃が伝わった。鳥でも当たったか？そう思いたかった。しかしバックミラーを見ると、霧の中の道には何もいない。何も動いていない。それなのにもう一度、コツン。今度ははっきりと物が当たった感触。後部バンパーを誰かが軽く叩いているみたいな生々しい振動だった。心臓が早金を打つ。車を止める勇気なんてない。そのまま速度を上げると衝撃はピタリと止んだ。だがその直後、ルームミラーの端に白い影が映った。廃病院で見たおかしな角度で傾いた首の影だった。まだそこにいる。追ってきている。ハンドルを握る手が汗で滑り、視界が霞むほど焦りがこみ上げる。連れてきちゃったかな。その言葉が浮かんだ瞬間、背筋が固まった。廃病院の自動ドアが開いた理由、それは俺を外に出したかったのではない。俺の車に何かを乗せるためだったのかもしれない。ミラーに映る白い影から目を離せないまま国道を必死で走った。それでも影は消えない。ライトの揺れに合わせて首を傾けたままじわじわと近づいてくる。喉がひりつくほど息が荒れた。もうやめてくれ。祈るような声が車内に落ちたとき、急に影が見えなくなった。あれ？消えた？一瞬の安堵が胸に広がった瞬間、カチャンと助手席のシートベルトが勝手に装着される音を立てた。がっちりと閉まる金具の音がすぐ横で響いた。だが助手席には誰も座っていない。それなのにシートベルトは明らかに何かを抱え込むように沈んでいた。息が止まり、頭が真っ白になる。シートが沈んだまま少しずつ何かが動いている。寄りかかるように体重をかけている動き。形がそこにある。姿は見えないが、確実に誰かが乗っている。その瞬間バックミラーに映った。助手席の上にあの白い首が乗っていたんだ。前かがみの姿勢でシートに覆いかぶさるように首だけが俺の方へ向いている。肌は紙のように白く、目は黒い穴みたいに抜け落ちている。口は開いていない。ただ存在だけがこちらを圧してくる。ハンドルを握る手がブルブルと震えた。
アクセルを踏み込んでも車はまるで重くなったみたいに加速しなかった。降りろ。頼むから降りてくれ。泣き声に近い声が漏れたとき、助手席のシートベルトがさらに締まった。乗っている者がより深く座り直したような動きだった。重みは増し、車体がわずかに傾いた。タイヤのゴムがうなり、エンジン音が弱く震えた。恐怖で視界が歪む。だが見た瞬間、胸が潰れかけた。道の先に廃病院の玄関が見えたんだ。来たはずの方向なのに国道の真ん中にある。霧の中で自動ドアが開いている。まるで帰りを待っていたかのように両側へ静かにスライドし続けていた。逃げ場なんてない。戻りたくなんてない。でも車は止まらなかった。足がブレーキを踏んでいるのに、車体がゆっくりと自動ドアへと向かっていく。助手席の何かがこちらへ顔を寄せてきた。穴のような目が俺の顔の高さに揃った。そしてやっと理解した。あれは俺を迎えに来たんではない。俺を連れて戻すために乗ってきたんだ。やめてくれ！叫んだ瞬間、車内灯がパッとついた。その光ではっきりと見えてしまった。助手席に座っている体は肉がそげ、服は病院の患者服。ただ首だけがなく、その首は俺の目の前にあった。車内灯が再び消えたとき、耳元で湿った声が囁いた。俺、まだ帰れない。次の瞬間、車は玄関の中へ吸い込まれるように入ってしまった。自動ドアが閉まる音が背後で響き、光が完全に遮られた。俺はそれから先を覚えていない。廃病院前で見つかった時には、車は無人で、俺だけがいなかったそうだ。ただ一つ確かなのは、救助された車の助手席に、誰もいないはずなのに、シートベルトだけがしっかりと締まっていたらしい。送別会は駅前の居酒屋で開かれた。金曜日の夜で店内は騒がしく、笑い声とグラスのぶつかる音だけが混ざり合っている。俺は二次会を断って店を出た。終電にはまだ間に合う時間だったはずだ。酔いはあるが足取りはしっかりとしている。改札を抜け、ホームへ向かう階段へ差し掛かったとき、違和感に気づいた。電光掲示板の表示が消えている。アナウンスも流れない。人はいるのに誰もざわついていない。時計を見ると終電までは数分ある。なのにホームへのシャッターは半分降りていた。駅員の姿は見当たらない。理由も説明もないまま、帰れないことだけが確定している。仕方なく外へ出ると、駅前のロータリーは妙に静かだった。この時間なら酔った客とタクシーで混雑しているはずなのに、一台だけポツンと止まっている。俺の他に客はいない。運転手と目が合った瞬間、後部のドアが開いた。手を挙げた覚えはない。俺は誘われるように乗り込んだ。シートは妙に冷たく、さっきまで誰も座っていなかったような感触だった。まだ行き先を言っていないのに、車は静かに動き出す。〇〇町ですね。俺の自宅の住所だった。思わず前のシートに身を乗り出す。え？まだ何も言ってませんよ。運転手はミラー越しにこちらを見た。表情は読めない。いつも通りですから。その言い方が妙に引っかかった。
まるで何度も乗っているみたいな口ぶりだったんだ。窓の外を見ると駅前の明かりがもう見えない。発進してまだ数秒しか経っていないはずなのに、景色が変わりすぎている。その時スマホが震えた。本日のご乗車ありがとうございます。と知らない会社名が表示されている。俺は配車アプリなんて入れていない。背中にじわりと汗がにじむ。ミラーの中で運転手の口元がわずかに動いた。今日は遅かったですね。その言い方に説明のつかない不安が残った。車は高架下を抜け、見慣れたはずの帰宅ルートへと入っていく。酔いはさっきより冷めていた。妙に頭が冴えている。いつも通りってどういう意味ですか？できるだけ普通の声で聞いたつもりだったが、自分でもわかるほど硬かった。運転手はすぐには答えない。ミラー越しにこちらを一度見てから前を向いたまま口を開いた。ここ半年、この時間帯ですよ。そんなはずはない。俺は終電で帰る派だし、タクシーなんて数えるほどしか使っていない。そしてスマホがまた震えた。さっきと同じ通知画面。今度は乗車履歴を見るという表示が出ている。指が勝手に画面を開いた。履歴が並んでいる。日付、時間、料金、ルート。全部深夜1時過ぎ。全部自宅まで。しかも週に一度のペースで半年分きっちりと残っている。だが俺にそんな記憶は一つもない。スクロールをしていると備考欄に小さな文字があるのに気づいた。同乗者あり。喉が渇いた。俺はゆっくりと顔を上げ、ミラーを見る。そこには俺の顔が映っている。だがそのすぐ横に、ぼんやりとした影が重なっていた。髪の長い輪郭、肩のあたりまで垂れた黒い影。はっきりとは見えないが、確実にいる。誰か乗ってますよね。思わず声が漏れた。運転手は小さく笑った。車内の空気が重くなり、窓ガラスに映る自分の姿がほんの一瞬だけ二重にぶれた。肩のあたりがわずかに沈む。誰かが体重をかけているような、そんな感覚だった。振り向きたいのに首が動かない。運転手の声が静かに落ちた。もうすぐ入れ替わりですから。入れ替わり。その言葉だけが妙に鮮明に残った。車はゆっくりとマンションの前に止まった。見慣れた建物のはずなのに、窓の明かりがほとんど消えている。深夜とはいえ、こんなに暗かっただろうかと一瞬だけ考えた。メーターを見る。料金表示は出ていない。数字の代わりに横線が静かに点滅している。おいくらですか？運転手は前を向いたまま答えた。もう生産は終わっていますよ。え？いつですか？毎回です。意味が理解できなかった。そして後部のドアが自動で開いた。外の空気が流れ込み、なぜか少しだけ安心する。車を降りて建物を見上げた。自分の部屋の明かりがついていないのはいつも通りだ。ふと違和感を覚えて振り返った。後部座席にはまだ誰かが座っている。長い髪、スーツ姿。こちらを向いた顔は俺だった。表情の抜けた
疲れ切った俺。運転席から声が落ちる。今日は成功ですね。その瞬間、足元がふっと軽くなった。視界が一瞬暗くなり、次に目を開けた時には景色の位置が違っていた。俺はハンドルを握っている。バックミラーに映るのは後部座席に座ったさっきの俺。混乱したままドアを押している。そして口が勝手に動いた。〇〇町ですね。俺の声なのに運転手の声だった。後部座席の俺がこちらを見る。何かを言おうとしてやめた。やがてドアが開き、俺は外へ出る。振り返った瞬間に目が合った。今度は運転席の俺がわずかに笑った。ドアが閉まり、車が静かに発進する。その時スマホが震えた。画面に通知。次回のご乗車予定、明日23時58分。車は駅前へと向かっていく。ロータリーには送別帰りの男が一人立っていた。少し若い、半年前の俺だった。深夜1時を回った峠道。帰り道というより気まぐれの夜のドライブだった。ナビを切ってただ感覚だけで走る。窓を少し開けると冷たい風が頬を撫でた。緩やかな坂を下り切ったところで道が4つに分かれていた。明かりも信号もない。闇の中で交差点の白線だけがぼんやりと浮かんでいる。地図にない場所というほどではない。だが不思議と標識も目印も見当たらない。交差点の中央に立っているのは一本の木。舗装された道路のど真ん中に根を張ったままの古い木だった。俺は減速しながら窓を開けた。虫の声も風の音もない。代わりにどこからかカチッカチッと音が聞こえる。ウインカーの音に似ているが、車は止まっていない。周囲を見回すと、道路脇に一台のワゴン車が止まっていた。ヘッドライトは消えているが、車内には人影が見える。運転席に座る何かがじっと前を向いていた。運転席側の窓が少しだけ開いており、中から青白い煙のようなものがゆらゆらと漂い出している。最初はタバコの煙かと思ったが、匂いが違う。焦げたプラスチックのような鼻を刺す匂い。その煙がこちらに流れてきた瞬間、車のナビが勝手についた。目的地の欄に知らない文字列が表示されている。止まれ。その文字のすぐ下でナビがもう一度明滅した。止まれ。止まれ止まれ。ワイパーが勝手に動く。フロントガラスを拭うように
薄い手の跡が外側からゆっくりと滑っていった。その跡の向こう、交差点の中央に立つ木の根元に誰かが座っていた。街灯がないのに、そいつの輪郭だけが見えた。痩せ細った腕、真っ白な顔。だが、その顔には口がなかった。木の根元に座っていたそれが、ゆっくりと顔を上げた。街灯はないのに、その輪郭だけが浮かび上がる。月明かりでも、ライトの反射でもない。何か内側から滲むような光だった。顔は白く、紙のように平たい。目は二つある。だが、動かない。まるで描かれた目のように、こちらを見ていた。そしてやはり、口がなかった。山口が小声で言った。なあ、今笑ったか？俺は首を横に振る。しかし、その瞬間、交差点の反対側からライトが近づいてきた。一台のセダン。ハイビームをつけたまま、ゆっくりと交差点に進入してくる。ドライバーの顔は影になって見えない。不思議なのはその車の動きだ。タイヤがアスファルトを滑っているのに音が全くしない。セダンは交差点の中央で止まり、中から一人の女が降りてきた。白い服を着ている。足元が不自然に揺れていて、まるで地面を踏んでいないように見えた。女は木の根元に座る口のないものの前に立ち、少しだけ顔を下げた。それからこちらを向いた。その顔にも口がなかった。ただ目だけが真っ赤に濡れていた。血ではない。光そのものが滲んでいるような赤。助手席の山口が叫びかけた瞬間、車内のライトがふっと消えた。ブレーキランプもメーターの光も消え、闇が一瞬で押し寄せる。外では二人の口のないものがこちらに向かって立ち上がっていた。ガクガクと折れた関節のように揺れながら。足音がしない。その代わりに耳の奥でという音が鳴る。ウインカーの音。だが俺たちはウインカーを出していない。ウインカーのカチッカチッという音が頭の奥で響き続けた。だがメーターを見るとライトは消えたままだ。外の闇が車の中まで染み込んでくるようで息が詰まる。行こうと山口が言いかけたとき、フロントガラスの向こうで何かが横切った。黒い影、いや人の形をした何か。
足がない。上半身だけが滑るように道を渡っていく。すれ違うたび、ウィンカーの音が一つ消える。次の瞬間、助手席の山口のスマホが勝手に光った。画面に文字が浮かぶ。止まれ。その文字が震え、画面が勝手に切り替わる。映っていたのは今いる交差点。だが、そこには何十人もの人影が立っていた。道路の四方、白線の上にぎっしりと並んでいる。誰も動かない。全員顔が同じ方向を向いている。ライトを当てた瞬間、彼らが一斉にこちらを見た。白い顔、黒い穴のような目。そして全員に口がなかった。止まれ。それは声ではない。耳の奥に直接流れ込んでくる。脳がきしむような音で山口が悲鳴を上げ、アクセルを踏み込んだ。タイヤが空転し、車体が跳ねる。交差点の中央を越える瞬間、フロントガラスの外で無数の手が伸びてきた。腕が窓を叩く。ボンネットに、屋根に、側面に、音が重なる。止まれ。今度は確かに声になっていた。車内のスピーカーから女の声が響く。ナビの案内音声だ。次の交差点を止まれ。その瞬間、視界が白く弾けた。気づくと、車は静止していた。あの交差点の中央、エンジンもライトも落ちている。外を見ても誰もいない。だが、フロントガラスの内側に無数の指の跡が内側から押し付けられていた。止まれ。あれは警告じゃなかった。止まれなかったものが今もこの場所で増え続けている。キャンプ場へ向かう途中、視界が一気に開けた。林を抜けた先にだだっ広い雪原が広がっていた。地図にも名前のない場所だが、藪があり、車を止められる余地もあった。俺は休憩がてら外に出た。一面の雪。踏み跡はほとんどなく、音が吸い込まれるように静かだった。空気が澄みすぎていて、逆に距離感がおかしくなった。数歩、雪原に足を踏み入れたとき、自分の呼吸音だけが遅れて帰ってくる感覚があった。止まっても遅れる。息を吸っても吐いてもワンテンポ遅れて背後から同じ音が重なる。振り返ったが誰もいない。
風もない。気のせいだと思い、歩き出した瞬間、足元の感触が急に変わった。沈むはずの雪が途中から異様に硬い。次の一歩を出した瞬間、体が急に前に引っ張られた。何かにつまずいたわけじゃない。引かれた。雪の上に倒れ込み、頬が冷たい面に押し付けられる。その瞬間、耳元で自分じゃない呼吸音がぴったりと重なった。俺は慌てて起き上がった。雪原には自分の倒れた跡が残っている。だがそれ以外にも同じ形の跡がすぐ隣にあった。人が横になった跡。しかも向きが逆だ。そこに理由があった。自分は何もない場所で転んだわけじゃない。すでにそこに場所が用意されていた。この時点ではまだ体に異常はなかった。だから俺はキャンプ場へ向かった。この雪原が通過点に過ぎなかったことを知らずに。キャンプ場に着いたとき、体に痛みはなかった。転倒の衝撃も、雪原で感じた異様な感覚も、時間とともに一緒に薄れていった。設営を終え、焚き火を起こす。火が安定する頃には、さっきの出来事を思い出すことすら減っていた。ただ、違和感だけが残っていた。音が少しおかしい。薪が外る音。風がテントを撫でる音。そのすべてがほんの一瞬遅れて届く。距離の問題ではない。耳の奥でわざと溜められてから聞かされているような、そんな感覚だった。夕方、顔を洗おうと雪を掴んだとき、はっきりとわかった。右手の指先が冷たさを感じていなかった。感覚がないわけではない。触れているのはわかる。ただ、冷たさだけが抜け落ちていたんだ。手袋を外して確認をする。皮膚の色は普通だ。凍傷の兆候もない。焚き火に手をかざすと、火の熱は指の途中で止まった。境目がはっきりとわかる。指の付け根から先だけが温度の世界から切り離されている。俺は不安になり、何度もこすった。叩いた。血の巡りを確かめた。それでも戻らない。夜が深くなるにつれ、症状は広がった。指先だけだった違和感が、手のひらの内側へじわじわと侵食してくる。その間も音の遅れは続いていた。焚き火の外れる音が見てから聞こえる。そのズレが雪原で聞いた遅れる呼吸と同じだと気づいたとき、背中が一気に冷えた。テントに入ろうとして最後に一度振り返った。雪原の方向。昼間転んだあの場所は
ここからは見えないはずだった。なのに、はっきりとわかった。見えないのに、そこからこちらに来ている感覚だけがある。俺はその夜、眠れなかった。手の感覚は朝まで戻らなかった。そしてこれが始まりに過ぎなかったことを翌朝思い知らされる。朝、テントの内側が白くなっていた。結露ではない。吐いた息が内側に薄く付着して凍っている。手を動かそうとして異変に気づいた。右手の指が本数通りに動いていなかった。5本あるはずなのに、動く感覚は4つ分しかなかった。見た目は変わらない。指は5本揃っている。だが1本だけ動かしたという感覚が返ってこない。俺は恐る恐る雪に指先を押し当てた。冷たさは4本分しか伝わらない。残りの1本は触れているのに存在が抜け落ちていた。焚き火を起こしても同じだった。熱が1本分だけ完全に届かない。その時、ふと理解した。昨日雪原で倒れた時のことを。自分の倒れた跡と隣にあった同じ形の跡。向きが逆だった理由。あれは転倒じゃなかった。位置合わせだった。帰り支度をしながら雪原を見た。朝の光の中ではっきりとわかる。昨日は気づかなかったが、あの場所には人の形がいくつも残っていた。寝かされ、起こされ、少しずつ形を変えられた後、その中の一つだけ指の位置が一本分欠けている形があった。俺は車を走らせ下山した。町に戻っても指の感覚は戻らなかった。病院では異常なし。神経も血流も問題ない。医師は首を傾けてこう言った。まるで使っていない指みたいですね。違う。使っていないんじゃない。もう使われ終わっただけだ。今でも寒い場所に行くと右手の指が一本分遅れて動く。あの雪原で自分が何を踏んだのか、なぜあそこで転ばされたのか、理由はわかっている。あそこは人の一部を受け取る場所だった。次に行く人がどこを失うのか、それだけが違うだけだ。この話は私の奥さんが本当に体験した話です。幼い頃の記憶はいつも2階の窓と結びついている。私の部屋とばあちゃんの寝室が並んでいて、そのすぐ横には大通りが走っていた。昼も夜も車が途切れず、2階の窓から見下ろすライトの流れが、まるで別の世界につながっているみたいに感じられた。
物心ついた頃から家の中にはもう一人いる気配があった。一度も姿をはっきりと見たことはないのに、存在だけが濃く、重く、常に背中にまとわりついていた。下の階で一人で留守番をしていると、誰もいないはずの2階からドタドタっと足音が降ってきた。それも一度や二度ではない。まるで誰かが私を呼ぶように歩き回っているような響きだった。見える時があっても決まって顔だけはわからなかった。髪が垂れて隠れているのか、光が当たらないせいなのか、とにかく輪郭すらつかめなかった。ただ確かにそこに何かが立っているという圧だけはいつも肌にまとわりついていた。あの日もいつも通り学校から帰ってきた。ランドセルを放り投げ、自分の部屋のドアを開け、なんとなく視線を2階の窓に向けた。外の光が反射して、ガラスにこちら側が薄く映っている。そこで私は一瞬、呼吸が止まった。知らないおじさんと目が合ったんだ。窓の外ではない。ガラスに映った私は、肩の横に生首みたいに浮かぶ男の顔を見てしまったんだ。ゆっくりと私の方を向いていた。しかもその高さは2階の窓。人が届くはずの位置ではない。瞬きしたら消えるだろうと願いながら目をそらし、深く息を吸い、もう一度だけ見直した。だがいなかった。しかし胸の奥にまとわりついた冷たさはしばらく抜けなかった。私はたまらず階段を駆け下りた。足がもつれながらも叫ぶようにばあちゃんを探した。ばあちゃん！声がかすれても止まらなかった。今で振り返ったばあちゃんの顔は私の形相を見た瞬間、スッと色が変わった。何も言わなくてもただならぬ出来事だと察したらしい。私は泣きながら窓に映ったおじいさんの笑みについて説明をした。思い返すだけでも胸がざわつくほど不自然で、人間のそれとは何かが違った。ばあちゃんは黙って私の言葉を聞き、ゆっくりと座らせると、ためらうように口を開いた。あんたにはそろそろ話す頃かもしれんね。その前置きが逆に息を止めさせた。ばあちゃんは昔、この土地に2軒の家が建っていたことを話してくれた。一つはばあちゃんの家、もう一つはおじさんの家。2軒は向かい合うように立ち、家族ぐるみで付き合っていた。しかしある時期からおじさんの様子がおかしくなってしまい、周囲は距離を取るようになったらしい。あの人ね、私を刃物で刺して笑ったんだよ。その言葉を聞いた瞬間、心臓が大きく脈打った。ばあちゃんの語気は淡々としているが、目の奥は何かを封じ込めているようだった。それからしばらくして、あの人火をつけたんだよ。自分の家にも、私の家にも。ばあちゃんの声は小さく、しかしはっきりと響いた。家は全焼し、2軒まとめて跡形もなく消えた。そしておじさんはその場で命を落としたという。その後2つの家があった土地は1つにまとめられ、今の私たちの家が建てられた。元の2軒をまたぐように建てちまったからね。あの人、行く場所を探してるのかもしれないの。その言葉を聞いた瞬間、背中をなぞるような冷気が走った。そういえば2階の足音、あの顔の見えない誰か、全部が一つの線でつながっていくような気がした。夜になっても落ち着かず、私はばあちゃんの寝室に布団を敷いてもらった。2階の廊下は暗く、電気をつけても奥まで光が届かなかった。あの窓の前を通るだけで心臓が強く跳ねた。布団に入り、ばあちゃんの背中越しに天井を見ていた時だ。廊下の奥で
かすかな音がした。足音というほど明瞭ではないが、床板が沈むような、誰かが立っているような重さだけが残った。私は布団から顔だけを出し、寝室の入り口をそっと見つめた。その瞬間、影がスーッと横切った。顔は見えない。ただ髪の隙間から何かがこちらを覗いた気配だけがあった。息を潜めたまま固まっていると、寝室の窓がぼーっと白く反射しだした。外は真っ暗なのに、ガラスだけがじわじわと光を帯びていく。その中央にぼんやりと輪郭が浮かんだ。笑っていた。昼間に窓で私を見ていたあの顔が、生首のままガラス越しにこちらへ向けて、薄く唇を持ち上げていた。声が出ないまま、ただ目をそらせなかった。瞬きをしたら、もっと近づいてくる気がした。ばあちゃんの肩を揺らすこともできず、ただ体がすくんだ。次の瞬間、窓の外を走る車のライトが部屋に差し込んだ。一瞬の眩しさで視界が白くなり、反射が消えた。窓は元の暗さに戻った。しかし、ガラスにうっすらと残った指の跡だけがしっかりとそこにあった。2階の窓の外、人が届くはずのない高さに5本の指が押し当てられた後、その先が闇へとスーッと消えていくように見えた。ばあちゃんの寝室の窓は今もそのままだ。夜になると時々光を反射して誰かの顔の形に見える瞬間がある。私はもうあの窓を真正面から見ない。近づいたら笑ってくるのを知っているからだ。あの日のことを思い返すと胸がざわつく。観光地で写真を撮っていただけなのに、帰り道で事故に遭う理由が自分でも分かってしまったからだ。友人2人と俺は山の観光地にある有名な神社へ立ち寄った。パワースポットとして人気らしく、長い石段の先に古い社が建っている。夏の終わりで人も少なく、風だけが妙に冷たかった。本殿の横には使われていない小さな祠があった。観光客が置いたらしいお守りや落書きが並んでいる。友人が面白半分で写真を撮り、俺もスマホを構えた。シャッターを押した瞬間、画面の端に白い指みたいなものが映った。人の腕ではない。かすかに透け、指先だけこちらに向けられていた。おい、今の見た？友人に見せようとして写真を確認すると、白い指はもう消えていた。気味が悪かったがすぐに山を降り、車に乗った。助手席のドアを閉めたとき、冷たい空気が一気に流れ込んだ。窓は全部閉めているのに。車が動き出すと、カチッとシートベルトの警告音が鳴った。後部座席の右だけ。誰も座っていないはずの場所で赤いランプが点滅していた。え？なんで？運転席の友人が首をかしげると、ランプは勝手に消えた。まるで付け直したかのように。嫌な胸騒ぎがあった。それなのに俺たちは、センサーの誤作動だろう、と軽く流してしまった。山道を抜けて国道へ出た頃、車内で妙な音がした。助手席の足元から布をこするような、スルッ、スルッという音。最初は気のせいだと思ったが、俺の足の甲あたりを冷たい何かが撫でていく感覚がした。ゾワッと鳥肌が立った。それと同時に車のミラーに妙なものが映った。
後部座席、ヘッドレストの少し後ろの空間がわずかに沈んで見えた。誰かが座っている時と同じ沈み方だった。なあ、後ろ。声が震えた瞬間、車が急に横へ揺れた。ハンドルは触っていない。何かが車体を押したような力だった。その直後だった。ガードレールが近づいた。ブレーキが間に合わないほどの速さで車体が傾き、視界が白く弾けた。俺の耳に最後に聞こえたのは、まだだよ。という声だった。目が覚めたとき、俺は救急車の中にいた。サイレンの音が遠くで揺れ、胸の奥がじんじんと痛んだ。ぼんやりと視界が戻ると、隣にいたはずの友人の姿が見えなかった。あれ？俺の友達は？かすれた声で聞くと、救急隊員が一瞬だけ表情を硬くした。一人は軽傷だ。もう一人は意識が戻っていない。静かな声だった。頭が真っ白になった。事故の瞬間が何度もフラッシュバックする。助手席の横から聞こえた声。足元を撫でていた何か。そして車を押したような力。あれは本当に俺の空耳だったのか。病院に運ばれて検査室で待っている間も、耳の奥であの布をこする音だけが消えなかった。その日の夜、病院のベッドで横になっていると、事故現場を調べた警察官が病室まで来た。君たちの車さ、妙な跡が残っててな。警察官はタブレットの写真を見せてきた。車の助手席側のドア、そこに細い指でベタッと押し付けたような跡が残っていた。5本指ではない、3本。少しだけ曲がっている。動物かなと思ったんだけど、位置が高すぎるんだよ。人の肩くらいの高さにあった。警察官も首をかしげていた。背筋が冷えた。指の形、高さ、押し付けられた跡。間違いなくあの神社の祠で見た白い指と同じだった。あと、気になることがあってね。警察官は写真をスライドした。事故現場のガードレールに泥で描かれたような跡があった。ここじゃない。まるで誰かが強く引っかいて描いたような歪んだ字だった。お前たち、何か見たか？警察官は真剣な目で聞いてきた。言えるはずがなかった。祠の前で撮った写真は、誰に見せてもただの空の風景で何も写っていない。白い指も透明な影も全部消えていた。ただ一つだけ確信できたのは、俺たちは本当に何かを連れ帰ってしまったという事実だった。その夜、病室のカーテン越しでカチッカチッという音が鳴った。シートベルトの警告音と同じ、あの短いリズム。ベッドの左側、誰もいない場所から聞こえていた。目を閉じてやり過ごそうとしたが、すぐに分かった。あの音は、助手席の横にいた何かが、まだ離れていないという合図だった。病院の消灯時間が過ぎた頃だった。部屋の明かりが落ち、廊下の足音が遠くなる。静かすぎる空気の中で、さっきから聞こえるカチッ、カチッという音だけが続いていた。あのリズム、あの高さ、助手席で鳴っていたシートベルトの音と全く同じだった。目を開けると、病室の天井がぼんやりと白く浮かんでいた。
カーテンか風もないのにゆっくりと動いた。そこに誰かいるの？自分でも驚くほど声が震えていた。返事はなかった。けれど確かに気配が近づく音だけがした。布をスラスラ引きずるような小さな音。ベッドの脇で何かが動いた。恐る恐る顔を向けると、暗闇の中で沈んだ影が形を作っていた。人の形ではない。肩が妙に高く、指が異様に長く、一つ一つの関節が細く折れ曲がっている。その影はずっと俺の方を向いていた。事故の瞬間に助手席で聞こえた声。まだだよ。あの声が耳によみがえった。その影がゆっくりと腕を伸ばし、病室の床に触れた瞬間だった。シートベルトの音がベッドのすぐ横で鳴った。存在しないはずの助手席が俺の病室の中に再現されたように。胸の鼓動が耳まで響いた。体が固まった。影はベッドの端に座った。薄暗い中、布団が沈む。まるで誰かが腰をかけたように重く沈んだ。俺は一瞬で理解した。あれは祠にあった祀られていない存在で、俺に張り付くために観光地からついてきた。事故を起こしたのではなく、事故の直前俺を乗せるために揺らした。次の瞬間、影がゆっくりと顔を近づけてきた。目も鼻も口もわからない面白い面。祠で写真に写りかけた白い指と同じ質感。そして耳元ではっきり聞こえた。まだ連れて行ってない。全身が凍りついた。一気に呼吸が浅くなる。その時病室のドアが勢いよく開いた。看護師が慌てた様子で入ってきた。ちょっと、起きてますか？さっき心電図の反応が急に下がって。看護師がライトをつけた瞬間、影は一気に薄くなり、床へ沈むように消えていった。だが消える前、床に残された跡だけは見えた。細い三本指の跡がベッドの方へ向かって引きずられていた。看護師は気づいていなかった。だが俺には分かった。あれはまだ助手席に座ったまま、俺を迎えに来ている。退院して帰る車に乗った瞬間、また隣に座るつもりだ。そして次こそ連れて行くつもりだ。俺はまだあの日の観光地から帰れていない。あれは俺が古い団地に暮らしていた頃の出来事だ。今でも思い返すたびに、未だに胸の奥がざわつく。あの三輪車を初めて見た夜の光景が今でも頭から離れない。当時の俺は夜勤続きで、帰宅はいつも深夜2時を過ぎていた。5階までの階段を上がるたび、団地特有の湿った鉄の匂いが鼻に絡みつく。暗がりの階段に染みついた冷気は、季節が変わってもなぜか消えなかった。その夜もいつも通りだったはずだ。ただ家に帰るだけ。ただ眠るだけ。そう思って5階の踊り場に足を踏み入れた。その瞬間だ。外の廊下の端に赤い何かが浮かび上がるように見えた。街灯の白い光がそこだけ妙に滞り、影がぼやけて広がっていた。目をよーく凝らすと、それはゆっくり横切る三輪車だった。
だが誰も乗っていないし、押している人影もない。車輪だけがゆっくりまっすぐこちらへ進んでくる。あの異様な静けさを俺は一生忘れない。団地の夜はいつも物音が多い。上の階の生活音、冷蔵庫のうなり、外の廊下の風音。なのにあの三輪車だけは重さを感じない滑り方をしていたんだ。最初は疲れてるんだろうと自分に言い聞かせた。深夜の廊下は光の反射もおかしくなる。影が歪むことだってある。そうやって無理に納得させた。でも部屋の鍵を閉めた後、どうしても気配が気になった。まるで俺の足跡を追ってきたような重さのない気配。ベランダの隙間から外の廊下が少し見える構造だったから、そっとカーテンを開けた。そこに三輪車があった。俺の部屋の前でまるで待つように止まっていたんだ。あの時の心臓を指で掴まれたような感覚をまだ覚えている。誰かの仕業？いたずら？そんな考えを片っ端から浮かべたが、深夜2時にこんな場所へ三輪車を置く理由がない。見つめているとタイヤが一つだけカタッと逆向きに動いた。ほんの数センチ。だがその動きは意志のようだった。怖さよりも現実感が崩れる感じの方が強かった。理解できないものを前にしたとき、人は声すら出なくなってしまう。俺はゆっくりカーテンを閉めた。次の朝、出勤のために玄関を開けたとき、三輪車は跡形もなく消えていた。ただ床に残ったタイヤの跡だけが部屋の前で急停止していた。あれを見た瞬間、見間違いという言い訳は崩れてしまった。あの夜は確かに何かが廊下を横切っていたんだ。翌日の仕事中もあの三輪車の光景が頭から離れなかった。けれどあまり人に話せる内容ではない。疲れて見間違えたんじゃないの？そう返されるのが分かっていた。だからその夜も結局いつも通りの時間に帰宅をした。団地へ近づくほど胸の奥でざわつきが広がる。自分の住んでいる建物をこんな風に怖いと思ったのは初めてだった。5階の階段を上がるとき、金属の手すりが指先に冷たく張り付いた。湿り気を帯びた空気が肌にまとわりつく。普段なら気にも留めない団地の夜の匂いが、その時だけは異様に濃かった。踊り場に出ると外の廊下は相変わらず暗い。ただ昨夜と違ったのは、端の方にわずかに赤が残っているように見えたことだ。またあるのか。そう思った瞬間、心臓が勝手に脈打ち始めた。ゆっくり近づいて、恐る恐る足を運び、廊下の曲がり角を覗き込む。だがそこには三輪車はなかった。あるのは床に続く細い筋だけだった。車輪の跡に見えた。昨夜、俺の部屋の前で止まっていた跡とは違い、今度の筋はそこから左右に分かれて伸びている。まるで廊下を行ったり来たりしたような奇跡だった。その瞬間、不意に上の階から重い足音が降りてきた。普段なら
気にも留めない生活音だが、その時だけは妙に不規則に感じた。感覚がバラバラで、歩いているというより、誰かがはしゃぐように跳ねているように思えた。足の音が俺の立つ踊り場の真上でピタリと止まる。天井が薄い団地だから、すぐ上にいる人物の気配がすぐにわかる。普通ならすぐに部屋へと入っていくはずだ。なのにその足跡は天井の一点から微動だにしないんだ。まるで俺の真上で覗いているみたいに感じた。俺は耐えられなくなって部屋へ急いで戻った。扉を閉めた瞬間、背中に冷たい汗が流れ落ちた。数分後、小さく外の廊下を転がるコロッという音がした。聞こえたのは一度だけ。だけどその一度が致命的だった。あの三輪車の静かな滑り方を思い出してしまった。耳のそばで囁かれたような転がる音は、どう考えても風ではなかった。誰かが押した音でもない。動いた音だ。俺はベランダへ近づく勇気は出なかった。昨日と同じように、そこにまた止まっている気がしたから。ただ静まり返った部屋の中で確かに感じた。あれは俺を探している。そんな気配だった。あの転がる音を聞いた翌日、俺は団地を出るか本気で迷っていた。けれど、引っ越すにも金がいる。そんなのは現実的ではなかった。だからその日の夜も結局同じ時間に帰ってきてしまったんだ。正直、帰り道からずっと気配を感じていた。団地の建物が視界に入るたび、胸がじわじわと締め付けられる。また来てるんじゃないか。そんな予感だけがやけに鮮明だった。5階の階段を上りきったとき、外の廊下の端が少しだけ明るかった。白い街灯に照らされているだけ。そう思いたかったが、そこには昨日と同じ赤い影があった。三輪車だ。ただし今度は誰かが乗っている形に見えた。影が一つ増えていたんだ。細い腕、乾いた髪の束。前のめりに座って体が揺れていた。息が止まるってこういうことなんだとその時初めて知った。乗っていた影はこちらに背を向けたままゆっくり揺れている。漕ぐ音はしない。車輪の摩擦音もない。ただ揺れている。だがその揺れがだんだん大きくなる。キーキーと存在しないはずのきしむ音が廊下全体に広がっていく。思わず一歩後ずさった瞬間、影がピタリと揺れを止めた。その刹那、三輪車がこちらへ向きを変えた。影ごと滑ってきたんだ。乗っているのは子供の形をしている。だが形だけだ。顔が闇に吸い込まれたみたいに黒く落ちていて、輪郭だけが浮いている。ゆっくりゆっくりと外の廊下の真ん中をまっすぐに。その速度が生きているものとは思えないほど均一だった。まるでレールの上でも走っているかのように。俺の足は動かなかった。逃げるという判断が頭から抜け落ちていたんだ。三輪車は俺のすぐ手前で止まった。
ほんの一歩先、伸ばせば届く距離、影の頭がゆっくりこちらへ向く。暗闇に沈んだはずのその顔の奥で、一つだけ光るものが揺れた。濡れたような黒い瞳。その目が俺を見た瞬間、耳の奥で小さく回転音がした。もっと近い、もっと低い。俺の背後だ。俺は振り向いた。自分の玄関の前にも同じ三輪車が置かれていたんだ。いつの間に、そんなはずはない。乗っている影だけが違った。こちらの影は完全に俺の方へと顔を向けていた。輪郭の奥で薄く開いた口が形を変えた。笑っていた。その瞬間、足が勝手に動いた。廊下を逆方向へ走り、階段を転げ落ちる勢いで下まで降りた。息が切れるほど遠くへ逃げても、背中にあの揺れの気配がまとわりついていた。後日部屋に戻った時、玄関の前にはもう何もなかった。ただ床にタイヤの跡だけが残っていた。2台分、向かい合わせで止まったままの形で。あの日以来、三輪車の音は聞いていない。でも団地の外の廊下を思い出すたび、背中がまだあの視線で凍ってしまう。あれはただの三輪車ではなかった。きっとあの団地に元からいる何かだった。逃げた俺を今でも探している気がする。最初にあの祠を見たとき、なぜ戻ってはいけないと言われてきたのか、理由が分かった気がした。思い返すたびに、あの細い参道の暗さが胸の奥にざらりと残る。毎年夏になると親戚の家に泊まりに行っていた。その村には古くからの風習として、祠に供え物をしたら来た道を戻るなという決まりがあった。山道は一本ではない。しかし、祠へ向かう人のほとんどが同じ細道を使うため、帰りにもつい同じ道を降りてしまいそうになる。それを避けるために、祠の脇には古い印が置かれていた。戻り道禁止。戻る者はついてこられる。子供心にも不気味だった。誰がついてくるのか、誰に向けた戒めなのか、誰も説明しなかった。それでも親戚の家に泊まるときは必ず祠に手を合わせるのが習わしだった。祭りに参加する者は初日に祠へ向かい、供え物を置いてから戻る。その帰り道だけは決して行きと同じ道を使ってはならない。ある年、俺はそれを破った。供え物を置き、祠の前で軽く頭を下げた後、何も考えずに来た道へそのまま足を向けてしまったんだ。参道は静かで、風が少し抜けるだけ。背の高い杉の影が左右から寄ってくるようで、どこかで見たことのある風景がずっと続いていた。自分の足音だけが乾いた土を叩いて響いていた。最初はそれが普通だと思っていたんだ。でもしばらくすると違和感が生まれた。前に踏んだはずの場所にもう一つ同じ足跡が重なっている。俺の靴と同じ形で同じ深さ。ただし、ついさっき歩いたはずの足跡よりも新しかった。
足跡の縁が崩れていない。土がまだ戻っていない。まるで俺より一歩だけ先に誰かが歩いているみたいだった。背後でかすかな土の沈む音がした。振り返ろうとした瞬間、祠で見た印の文字が脳裏で浮かんだ。戻る者はついてこられる。参道の奥から俺の歩幅とは違うリズムで踏む音がゆっくりと近づいていた。背後で鳴った踏む音は俺の歩幅より少し遅く、それでいて確実に距離を詰めてくるリズムだった。乾いた土を押しつぶすような深い沈み方。小動物の足音とは明らかに違う。走り出したい衝動が胸の奥までせり上がったが、ここで振り返るのは直感的に良くないと思った。誰かがついてくるというより、俺の行き先を確かめながら歩いている存在に感じられた。足を速めるたびに後ろの足音もそれに合わせてだんだん深くなる。速度は変わらないのに踏み込む重さだけが増していくんだ。まるで影が地面に沈み込んで歩いているような質量。集落の明かりが少しだけ見えたとき、道端に古いベンチがひっそりと置かれていた。子供の頃、祖父と一度だけ座ったことがある祠の帰りの見張り台だ。その時祖父は言っていた。ついてくるのは人とは限らない。戻った道はあっちが知っている道だ。だから見張り台まで来たら必ず一度立ち止まれ。俺はその言葉を思い出し、意を決してベンチの前に足を止めた。背中がひりつくように熱く、首筋を伝う汗が冷たかった。足音も止んだ。ピタリと。静寂が張り付き、山の空気が急に重くなったようだった。自分の呼吸がひどく耳に響く。次の瞬間、俺が歩いてきた道の奥から土を押しつぶす音だけがゆっくりと前に踏み出した。一つ、そしてもう一つ。足音はあるのに影は見えなかった。風も揺れない。それなのに近づいてくる気配だけが異様に濃かった。その時、ベンチの横に立ててある古い木柱が目に入った。祠のものと同じ筆致で、薄れて読みにくい文字が刻まれている。ここより先へは、ついてこさせるな。息が止まった。つまりこの位置が境目なんだ。ここで振り返れば、境を越えてしまう。足音はさらに近づき、俺の真後ろで止まった。背中越しに伝わる誰かの高さが、人間のものとは違う位置にあった。肩の横でも背中の上でもなく、もっと斜め上の木の枝の高さのような位置に。俺は動けないまま耳元でわずかに空気が揺らいだ。それはまるで覗き込まれているような湿った沈黙がそこにあった。背後に立つそれは俺の肩よりはるか上からじっと動かずにこちらを見下ろしていた。顔の一らしき高さが人間ではなかった。木の枝のあたりにそこにじわりと空気の重みが乗っている。汗が背中を伝い、喉の奥で呼吸が細く震えた。ここで振り返れば境目を越えてしまう。祖父の言葉が胸の奥で遅れてよみがえった。戻った道で連れてこられるのは人じゃなくても構わねえ。その意味を今ようやく理解した。やがて背後の重さがわずかに動いた。足元の土が沈む音が
一つ、俺の背中に向かって近づいてくる。その瞬間、祠の方から風が一筋流れ、ベンチの横の木柱にかすかに触れた。木柱が揺れ、古い文字が夕焼けに照らされて浮かび上がった。ここで待て。夜明けまで決して動くな。祖父が昔ここで言った言葉と同じだった。この見張り台は戻り道でついてくるものと村との最後の境目。ここで動かなければ向こう側に越えられない。俺は震える足を何とか固定し、そのまま夜を迎えた。背後の気配は夕闇が落ちるにつれて濃くなり、真夜中にはそれが地面に降りた気配がはっきり分かった。木の枝にいた高さが俺の背中のすぐ後ろまで降りてきている。呼吸音を出さないようにしても、耳元で乾いた土をかくような音が何度も何度も聞こえてくる。やがて夜明けが近づいた頃、最初の鳥の声が山の奥から届いた。その瞬間、背後の重みがスッと消えた。足跡も気配もすべてが山に吸い込まれるように薄れていった。動けるようになった足で俺は集落へ急いで戻った。家に着いた時には手足の感覚がまだ震えていた。ところが玄関の前で俺は足を止めた。家の前の土に自分の足跡と同じ形をした足跡がゆっくり家へ向かって続いていたんだ。祠の帰り道で自分より先を歩いていたあの足跡。境目で朝を迎えたはずなのに気配はついてきていたんだ。俺の足跡はそこまで深く沈んでいない。だが玄関前に残っていた足跡は土を強く踏み割るほどに深かった。戻り道禁止の風習は道を戻ることそのものではなく、戻った道でついてきたものが家に入らないようにするためのものだった。その夜から家の外を歩く足音が時折聞こえるようになった。乾いた土をゆっくり踏む音が俺の歩幅と全く同じまで。海に潜るたび決して忘れられない光景がある。岩場が入り組んだ漁村で海の手伝いをしていた頃の話だ。朝の海はまだ白く濁っていて、波の下の様子はぼんやりとしか見えなかった。潜り始めたのは早朝。まだ潮が冷たく、胸の奥に響くような冷え方だった。海底へ身を沈めると、耳の奥で圧が変わり、世界が水の重さに包まれる。その日も特別な気配はなかった。岩棚の下でアワビがいくつも見え、呼吸を整えながら手を伸ばした時だ。視界の端に揺れている布があった。布切れ？最初はそう思った。だが近づくにつれ、それがただの布ではなく、古い着物の袖だと分かった。岩の裂け目に挟まったまま、潮に揺られてゆっくりと動いている。藍色が抜け、ところどころ白くすれた何十年も前のような、そんな質感だった。胸がざわついた。この海域でこんな布を見ることなんてまずないんだ。さらにおかしいのは、その着物の布が水の抵抗をほとんど受けていないことだった。潮の流れが強いはずなのに、袖だけが自分の意志で
揺れているように見えた。手を伸ばしかけた瞬間、裂け目の奥からわずかに海水が吸い込まれる音がした。誰かが息を潜めているみたいな湿った吸い込み方だった。嫌な感覚が背中を走り、すぐに浮上した。だが水面に顔を出したとき、耳の奥にまだ残っていたんだ。あの裂け目の奥から聞こえた誰かの呼吸のような水の音が。それが最初の異変だった。翌朝も海に出た。昨日見た着物のことは頭のどこかに張り付いたまま離れなかった。潮の匂いはいつも通りなのに少しだけ重たく感じた。海面の色も少し濁り気味で、そこの影がいつもより深く揺れていた。潜ってすぐ昨日の場所へ向かった。岩棚の裂け目は形こそ変わらないはずなのに、どこか広がって見えた。水中で近づくほど周囲の景色に違和感が生まれる。光が屈折しているのか、それともただの影の濃さなのか。しかしその中心だけは明らかにこちらを向いていると分かった。着物の袖は昨日と同じ位置に挟まって揺れていた。ただし今日は袖の根元が深く裂け目へと沈んでいたんだ。まるで中から引き込んでいるような動き。一息置いて袖にそっと触れた。指先に触れた瞬間、布から海水が落ちる気配はなかった。本来なら水中で触ればふわりと浮き、軽く動くはずだ。だがその布は海水を吸わず、冷たさだけが異様に残っていた。まるで布そのものではなく、皮膚に直接触れているような冷え方だった。そのまま手を離そうとしたとき、裂け目の奥から、ふっと気泡が一つ上がった。普通の泡ではない、生き物の吐息のように温度のある泡だった。次に視界の下で、ゆっくりと砂が巻き上がった。岩棚の影の中、暗闇の底に人の指の形だけが見えた。白く、細く、水に溶けない輪郭で。その指は布の根元を握っていた。俺の手が触れた瞬間に同じ場所をつかむように指がかすかに動いた。その瞬間、肺の奥に冷たい痛みが走った。浮上しようと体を起こしたが、指先から袖が離れない。まるで、離すな、と引かれている。必死で手を振りほどき、海面に向かって足を蹴った。水上へ出るまでの数秒が何分にも感じるほど長かった。息を吸い込んだ瞬間、耳の奥でまた聞こえた。あの湿った吸い込む音。今度は明らかに誰かの喉から漏れた音だった。昨日のそれとは違う。はっきり怒りの混じった音だった。翌朝、村の雨頭にも相談したが、帰ってきたのは短い言葉だった。見つけたんだね。それ以上は何も言わず、視線だけが海の方へと落ちていた。その日潜るのはやめるべきだった。そう思いながらも、私は昨日の続きを確かめずにはいられなかった。海は静かで、どこか待っているような空気があった。潜ると昨日の裂け目がすぐ目に入った。そして分かった。袖がもう挟まっていなかった。
布の端だけがふわりと漂い、裂け目の奥へ続く闇は昨日よりも深く広がって見えた。胸の奥で嫌な鼓動が走る。近づくほどに海水が冷えていくのを肌で感じた。まるで海全体が凍りつき、俺を奥へと引き寄せようとするようだった。裂け目の前まで来た時だ。布の向こうに白い手が浮かんだ。昨日見た指ではない。腕の骨格まではっきりわかるほど形の整った人の手だった。その手が裂け目の縁をつかみ、ゆっくりと外へ出てきた。袖の根元から水に揺れながら顔が現れた。輪郭は崩れ、どこが目でどこが口なのか曖昧だったが、濡れた髪だけがはっきりとこちらを向いていた。海水の揺れに合わせて長い髪が俺の方向へ伸びるように漂ってくる。次の瞬間、顔の奥で息が一つ震えた。昨日聞いた音と同じだった。だが今日は俺の名前を吸い込むように聞こえた。逃げようと体を反転させた瞬間、足首に何かをつかまれた。強くではない。ただ、絶対に行かせない。と意志だけが伝わる力。振り返ると、袖の先から伸びた手が足首を離さないまま揺れていたんだ。その指先は人のものとは思えないほど冷たく、海そのものの重さをまとっていた。必死で岩を蹴り、ようやく手を振りほどいて海面へと向かった。水上へ出た瞬間、肺に空気が入ると同時に背中にゾワリと誰かがついていた気配がまとわりついた。船に上がると雨頭が静かに言った。その着物、昔この村で流された女のものだよ。誰にも見つけてもらえずに沈んだままなんだよ。その後あの裂け目には二度と近づかなかった。だが今でも耳の奥に残っている。あの日海底で聞こえたあの声。スーという声はまるでまだどこかで私を呼んでいるように。あれは俺が団地の7階に住んでいた頃のことだ。夜勤帰りで疲れ切った深夜11時。階段を上がる気力がなく、俺は久しぶりにエレベーターを使った。古い団地のエレベーターはどの塔でも評判が悪かった。蛍光灯が弱く、エレベーターの中は非常に薄暗い。天井の角には黒いシミが広がり、鏡面はくすんで自分の顔すら輪郭しか映らなかった。7階のボタンを押して扉が開くと、エレベーターの中に人の気配が残っていた。人影はない。だが誰かが立っていた重さだけが床に残っている。電気がじわりと温まりきらない密室の空気がそこだけ深く沈んでいた。俺は嫌な感じだと思いながらも1階のボタンを押して扉を閉めた。エレベーターが動き出す。その瞬間、背後の鏡に黒い影が揺れた。映り込んだ影は俺のものではなかった。肩幅が広く、俺より一回り大きい体格。位置的に俺の真後ろに立っていなければ映らない高さに影があったんだ。
振り向いたが、もちろん誰もいない。ただ湿った衣服の匂いだけがかすかに残っていたんだ。生乾きではない、もっと深い土に吸われたような重たい匂い。エレベーターは7階を離れ、6階、5階と降りていく。エレベーターの揺れがいつもより重く感じた。4階の手前でギーッとエレベーターの天井がわずかに沈んだ。まるで大人の重みが上から乗ったような沈み方だった。俺は固まったまま回数表示だけを見つめていた。冷たい汗が背中を伝い、呼吸の音すら邪魔に思えた。3階に近づくにつれて湿った匂いが強くなっていき、エレベーターの中にじわりと広がった。そして3階に着く瞬間、俺のすぐ左側で重たい息が落ちた。俺は反射的にそちらを見たが、もちろん誰もいない。ただ空間だけが不自然に沈んでいたんだ。扉が開いた。誰もいない3階の廊下。だが廊下の奥の角に水気のある足跡が一つだけ残っていた。それは大人の足跡だった。俺は慌てて閉めるボタンを押し、扉を閉じた。扉が閉まる瞬間、奥の角で大人の肩の高さの影がゆっくり揺れた気がした。3階で影を見たあの日からエレベーターを使うのが怖くなった。だが団地の7階は想像以上にしんどい。遅番の帰り、俺はまたエレベーターの前に立ってしまった。予備ボタンを押すと、ガクッとエレベーターが途中で揺れたような振動が足元から伝わった。まるで誰かが途中の階で揺さぶったみたいな不自然な重みだった。数字はゆっくりと上がり、7階に到着。扉が開く。誰もいない。だがエレベーターの中は妙に暖かかった。深夜の団地はいつも冷える。なのにこのエレベーターの中だけ湿った温度が残っていた。さっきまで誰かが立っていたような温度だった。俺は恐る恐る中へ入り、1階のボタンを押した。扉が閉まる。静かになるはずのエレベーターの中で、スッと背後の空気がわずかに動いた。呼吸の気配。重い人間の息がすぐ耳の横をかすめたような感覚。振り向いたが、そこには空間しかない。だが鏡の中には、俺の肩の真後ろに何かの胸のあたりが映っていたんだ。顔は映らない。ただ胸の位置だけが俺より高い。大人の男くらいの高さ。俺が一歩下がると影も一歩分だけついてきた。目をそらした途端、ギッと箱の天井がかすかに歪んだ。天井板が押されてたわんだような沈み方だった。上に人が乗った時と同じ強い負荷。4階を過ぎた頃だった。エレベーターの左上、天井と壁の隙間から水が一滴だけ落ちた。濡れた後は黒ずんだ円になって床に残った。水？雨なんて降っていない。天井裏にペットボトルでもあるのか？だがそんな理由で説明できるほどの量ではなかった。
2滴目が落ちたとき、俺は気づいた。天井の影が落ちてきているんだ。人の影、しかも大人の体格。肩幅の広い影が天井の裏から箱の中へにじみ出てくるように見えた。俺は扉が開くのを待ってはいられなかった。開くを連打した。3回、扉が開いた瞬間、背後でずっと重い何かが床へ降り立つ気配がした。俺は振り向けなかった。振り向いたらそこに立っている。そんな確信だけが喉の奥を締め付けた。廊下に飛び出し、扉が閉まる直前、鏡の端に映った。俺の背後に濡れたスーツの男が立っていた。うつむいたまま、肩だけが異常に揺れていた。扉が閉まり、箱は無人のまま下へ降りていった。ただ、誰も乗っていないのに、床に大きな足跡がべったり残っているのが見えた。それは濡れた革靴の跡だった。俺はエレベーターで濡れたスーツの男を見てしまった日から、毎日階段を使うようにしていた。だが、7階の上り下りは現実的ではない。どうしても避けきれない夜が来た。深夜、仕事帰りの重い足で、俺はまたエレベーターの前へと立ってしまった。呼びボタンを押す。だが来ない。表示は3で止まったまま。あの男が立っていた階だ。あの濡れた足跡が残っていた階。胸の奥がじわじわと締まっていく。数十秒後、ようやく数字が動き出す。4回、5回、6回。エレベーターはゆっくりと7階へ向かう。そして扉が開く。エレベーターの床が濡れていた。誰かが数秒前までずっと立っていたような濡れ方だった。そしてちょうど革靴の形に沿って。もう後戻りはできなかった。俺は息を止めたままエレベーターへと足を踏み入れた。扉が閉まり、下降が始まる。7階、6階、5階。いつもより揺れが重い。まるで目に見えない誰かが一緒に乗っているかのような負荷だった。4階に差し掛かった時、背後でスッと布が擦れる音がした。振り向けない。鏡を見る勇気すら俺にはなかった。代わりに喉の奥で息の重さが分かった。近い。息を吸うたびに湿った空気が背中に当たる。3階に着く瞬間、照明がバチッと死んだ。真っ暗。そして息が止まる。心臓の音だけがエレベーターの壁に跳ね返る。暗闇の中、俺の左耳のすぐ横で大人の男の呼吸が落ちてきた。深く、乾いて、力のない息。返せ。低い声だった。直接聞こえたわけではない。エレベーターの空気が震えただけのような、そんな声だった。返せ。何を？だがその答えはすぐに分かった。俺の足元に濡れた名札が落ちていた。団地の管理員が胸につけるタイプの名札。写真は消えていたが、
名前だけは読み取れた。それはこの団地で数年前にエレベーター内で亡くなった男性の名だった。顔を上げる。真っ暗なエレベーターの中、男は俺のすぐ後ろに立っていた。そして照明が一瞬だけついた。濡れたスーツ、首のあたりから土のような泥が垂れ、顔はうつむいたまま髪だけがゆっくり揺れている。男は腕を伸ばし、俺の肩に触れようとしていた。その手は白く、ふやけ、爪だけ黒く変色していた。返せ。返せ。声がエレベーター中に響いた。名札を拾った俺が、まるで持ち主と認識されたように。エレベーターが3階に到着し、扉が開いた瞬間、俺は名札を廊下へ投げ、転がるように外へ飛び出した。扉が閉まる刹那、男は名札を拾うように、ゆっくりと手を伸ばし、そのままエレベーターの奥へ沈むように消えていった。エレベーターは1階へ向かいながら照明を点滅させ続けた。そして翌日管理会社に聞いたところ、名札の人物はエレベーター内で倒れて帰らぬ人になった元管理員だったという。名札だけ見つからず、以来エレベーターが勝手に3階へ止まるようになったらしい。名札の持ち主はずっと自分の身元を探していた。そして今も遅い時間に乗る誰かの背後で静かに立っている。